ゲームクリエイターを目指すあまり、スクエニのコンテストが気になって夜も眠れなくなってしまった諸君。こんばんは。疲れすぎて毎晩ぐっすり眠れているライドレックスです。今回は、先日発表されたスクエニ主催のゲームコンテストについての考察動画である。このコンテストにはどんな人たちが応募してくるのか、そして勝ち筋はどのあたりなのかを中心に考えてみたい。そもそもなぜこのコンテストが開催されるのかについて考えてみたのだが、このコンテストは毎年開催されるようなものではなく、前回は40年以上前に行われたエニックスのコンテストまで遡るらしい。賞金が300万円だった時代である。そこでドラゴンクエストの生みの親である堀井雄二氏が受賞して、看板作品であるドラゴンクエストシリーズがスタートした。ということは、数十年ぶりに開催される今回も、堀井氏のようなカリスマクリエイターを発掘して、新しいシリーズ作品を作りたいと考えているのだと予想するのが普通である。堀井氏はスクエニの社員ではない。彼は現在も外部委託のクリエイターである。ドラクエの発売元はスクエニだが、実際にゲームを制作しているのは、堀井氏が中心の外部のチームなのである。今回の受賞者は堀井氏同様、外部委託となるであろう。スクエニに就職して社員になるわけではない。現在は AI の台頭もあって、新入社員を雇わず、外部の制作会社に頼る時代になっているようだ。ゲーム業界に就職したい人たちは大手ではなく、実際にゲームを開発している制作会社に就職しないと、デザイナーやプログラマーの仕事はないという状況が想像できる。さて、それを踏まえて、今回のコンテストには一体どんな人たちが応募してくるだろうか。ネット上で見かけたコメントによると、応募の締め切りまで10ヶ月しかないから、アマチュアサークルや個人は厳しいだろうという人がいた。また、こういう意見もあった。これはスクエニのゲームを実際に制作している下請け会社が応募して、受賞させるに違いない、というものである。だが、俺はそうは思わないのである。スクエニの下請けというのは光栄テクモのことだろうか。それはないと思う。逆に個人クリエイターを狙ったコンテストだと思う。その理由は、仮にゲーム会社を狙ったコンテストであれば、賞金額が低いからである。ゲーム1本開発するのにいくらくらい会社がお金を使うのかというと、俺の過去の経験では、開発者5名で総額5000万円程度である。内訳の例としては、プログラマー1名、グラフィッカー2名、イラストレーター1名、シナリオライター1名である。BGM 音楽は一般的に外注だろう。俺はフリーランスのキャラクターデザイナー、イラストレーターだから、キャラクターの全身図や顔窓イラスト、イベント原画などを描くわけだが、俺一人で1000万円近いギャラをもらっていた。これは俺がまだ若い20代の頃の話である。ざっくりと開発スタッフ1名につき1000万円の予算ということである。そして、開発期間はというと半年以上かかる。ゲーム1本作るのに約1年である。先ほど話した報酬金額1000万円というのは、あくまで制作作業の報酬であり、著作権の譲渡は含まない。俺の場合は過去に一度も著作権譲渡をしていないから、過去に関わったゲームキャラクターの原画も著作権もすべて自分で管理している。要するに著作権買取となった場合は、一人1000万円では到底済まず、その数倍の金額がかかるのである。細かい話を言えば、俺のようにフリーランスなら著作権は俺に発生するが、会社員の場合は業務著作になるため、仕事で作った作品の著作権は会社のものとなる。今回のコンテストの賞金を見てみよう。最優秀賞3億円は1作品。傑作賞1億円は4作品。優秀賞3000万円は10作品である。全部で15作品が受賞できて、落選した残りの数百作品、数千作品については全くの0円である。プロのゲーム会社が応募するとなったら、最優秀賞の3億を狙うか、優秀賞の1億を狙うしかないのである。3000万円を受賞しても大赤字だからである。しかも受賞した場合、著作権の半分をスクエニに渡さなければならないから、なおさら大損なのである。ということは、応募者が何名になるかはわからないものの、数百、
数千の応募の中から這い上がって4つの椅子のどれかを受賞しなくてはならない。企業はそんな博打をしないのである。最優秀賞は、あらかじめ受賞者が決まっているという可能性もあるからな。丸々1年かけて本気で作ったゲームが落選する可能性が高いなら、そんなイベントにはかかわらず、普通に自社でリリースしたらよい。だいたい株主が許さないだろう。ライバル会社が開催するコンテストに応募するってか。正気かバカ野郎。ぶん殴るぞこらー。である。遊んでる暇があるなら、さっさと自社のゲームを完成させて、発売しろ。おこだぞ。ガチでおこだぞこらーである。考えてみてほしい。プロのゲーム会社が5000万円以上かけてゲームを作るのだから、それ以上の売り上げがなければ赤字になるのだ。1億円受賞できても利益は5000万円。それを開発人数で割る。全員が社員なら著作権譲渡でトラブルは発生しないだろうが、それでいけるだろうか。売上目標5000万円目指してめんどくさいゲームを1年かけて作るだろうか。ないない。俺の感覚ではありえない。そもそも受賞なんかしない確率の方がはるかに高いのである。売上0円になる可能性が高いのである。プロのゲーム会社は暇ではない。仮に任天堂やソニーが今回と同じ賞金額のゲームコンテストを開催するとして、スクエニが応募するだろうか。ないと思う。というわけで、プロのゲーム会社が応募する可能性は低いと思う。それでは、一体誰が参加するのか。それは、ゲーム業界を目指す若者たちが中心であろう。ゲーム専門学校の生徒とか、大学のゲーム制作同好会とか、あとは個人や少人数で同人ゲームを作っているようなサークルの人たちである。間違いなく彼らは応募してくるだろう。彼らの場合は、使用しているゲームエンジンが RPG スクールなど簡易的なもので、半年に1本完成させるようなリリースペースだからである。では次に、個人やサークルが作ったゲームで応募してくるとして、どこに勝ち筋があるのか、どんなゲームが受賞しそうかを考えてみたい。これはあくまで俺個人の考察である。俺はコンテスト運営とは無関係だから、勘違いしないでほしい。俺もコンテストに応募する側だからな。俺の予想では学生やサークルが作るのは、RPG スクール製のゲーム、ライトノベルゲーム、生成 AI で作られた簡単なパズルゲームまたはブロック崩しゲーム。これらを予想している。そこで俺はアンリアルエンジンで 3D アクションゲームで目立とうとしている。スクエニが発売しているファイナルファンタジーやドラゴンクエストはアンリアルエンジンで作られているからな。スクエニが採用したいのは当然同じゲームエンジンを使用して作られたものだろう。今から 2D のゲームを作ってシリーズ化したいとも思わないはずである。勝ち筋はアンリアルエンジンで作られた 3D のゲームだと思うのである。どうだろう。諸君はどう考えるだろうか。諸君がスクエニの経営者だとしたら、自社のゲームエンジンとは異なるゲームエンジンで作られたゲームを採用するだろうか。それを解析したり、発売するために修正したりできるだろうか。知らないゲームエンジンのプログラムを審査できるだろうか。そういうわけで、俺は、アンリアルエンジンで作る 3D ゲームに勝ち筋があると見ている。ここから先は、人工知能ジェミナイに次の質問をしてみた。現在、実際に稼働しているゲーム制作会社の名称とその状況、Steam や同人ゲームサイトでゲームを発表しているインディーズゲームのサークル数について聞いてみた。何かの参考になれば幸いである。質問。日本国内のゲーム会社は何社ありますか？現在活動している企業だけリストアップしてください。大手ゲーム会社とインディーズゲーム会社に分けて具体的な企業名をリストにしてください。日本国内で現在活動しているゲーム関連企業、開発、運営、パブリッシャーの総数は、企業の規模や形態、モバイル専業、開発受託専門、個人開発などの定義によって異なりますが、一般的に約1000社から1500社以上存在すると言われています。その中から、現在も第一線で活発に活動している代表的な大手ゲーム会社と、独自の存在感を放つ、インディーズ、独立系、少人数ゲーム会社、スタジオに分けて具体的な企業名をリストアップします。1、大手ゲーム会社、主要パブリッシャー、開発企業。
自社で開発から国内外へのパブリッシング、販売、流通までを広く手掛け、業界を牽引している主要な企業です。任天堂株式会社、言わずと知れた業界の巨人。ハード・ソフト両面を展開。株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント SIE、プレイステーション、プラットフォームを展開。株式会社カプコン、バイオハザード、モンスターハンターなどグローバル IP を多数保有。株式会社スクウェア・エニックス、ファイナルファンタジー、ドラゴンクエストなど。株式会社バンダイナムコエンターテインメント、株式会社バンダイナムコスタジオ、キャラクター IP やエルデンリングなどの販売・開発。株式会社セガ、龍が如く、ソニックなど。株式会社コナミデジタルエンタテインメント、パワプロ、メタルギア、プロスピなど。株式会社光栄テクモゲームス、三国無双、アトリエシリーズなど。株式会社サイゲームズ、ウマ娘、グランブルーファンタジーなど、モバイルからコンシューマーまで展開。株式会社フロムソフトウェア、ダークソウルズ、エルデンリングなど世界的なヒット作を連発。株式会社アトラス、ペルソナ、女神転生シリーズなど。2、インディーズゲーム会社、独立系開発スタジオ、少人数、あるいは独自の資本でオリジナルタイトルの開発やユニークなパブリッシングを行っている、現在非常に活発な企業・スタジオです。株式会社ポケットペア、大ヒット作、パルワールドやクラフトピアを開発。株式会社インティクリエイツ、青き雷帝ガンボルトなど、アクションゲームに強みを持つ実力派。株式会社チャイム、さまざまなインディーズプロジェクトや開発受託を手掛ける。株式会社イザナギゲームズ、デスカムトゥルーなど、インタラクティブな作品やインディーズ支援を行う。株式会社デスクワークス、手書きノート RPG、RPG タイム、ライトの伝説を開発した気鋭のスタジオ。株式会社ルーム6、アンリアルライフのパブリッシングやインディーズレーベルヨカゼを運営。プチデポット、人狼ゲーム、グノーシアを開発した少数精鋭の独立系チーム。スケルトンクルースタジオ、京都を拠点に国内外のクリエイターと連携して独創的なゲームを発信。講談社ゲームクリエイターズラボ、正確には出版社ですが、インディーズ独立系クリエイターの手厚い資金、開発支援、パブリッシングを行う独自の組織として現在大きな存在感を持っています。近年は元大手のベテランクリエイターが独立してインディーズスタジオを立ち上げるケースや、少数精鋭チームが世界的なヒットを生むケースが日本国内でも加速しています。質問。日本で同人ゲームを作って販売しているサークルの数はどのくらいありますか？毎年1本以上ゲーム作品をリリースしている、現在活動中のサークルの数を教えてください。日本の同人ゲーム、インディーゲーム界隈におけるサークル数について公式な統計データは存在しないため、コミックマーケットの配置数や各種展示即売会、デジゲー博や東京ゲームダンジョンなど DL 販売プラットフォーム、ブースや DL サイトなどのデータから推計した現実的な数字をベースに解説します。1、日本で同人ゲームを作って販売している総サークル数。現在日本国内で何らかの形で自作ゲームを販売・発表したことがある、または活動中の総サークル数はおよそ3000から5000サークルと推計されます。推計の根拠、即売会の規模、コミックマーケットの同人ソフトジャンルに申し込むサークル数が1回あたりおよそ数百から1000前後です。さらにゲーム専門の即売会、デジゲー博、約150から250枠、東京ゲームダンジョン、約300枠などがあり、これらに参加するサークルを合算すると、イベントに足を運ぶアクティブなサークルだけでも1500から2000近くに上ります。DL 販売の普及、現在はイベントに出店せず、ブースや DL サイト、Steam などのオンライン限定でゲームをリリースするサークルも非常に多く、これらを合わせると全体の総数はさらに膨らみます。2、毎年1本以上リリースしている現在活動中のサークル数。ご質問の毎年1本以上の作品、完成版、または大型アップデート、体験版含むをコンスタントにリリースしている、
現在進行形でアクティブなサークルに絞ると、その数は一気に限定され、およそ300から500サークル程度に絞られると考えられます。全体の1割前後まで減少するのには、ゲーム制作特有の以下の背景があります。なぜ毎年リリースのサークルは少ないのか。開発長期化、1年から3年スパンが主流。ゲーム制作はイラスト、3D モデル、プログラム、サウンド、シナリオなど多大なリソースを必要とするため、1本の完成版を作るのに2年から3年かかるのが一般的です。そのため、2年から3年に1本のペースで活動する実力派サークルが大半を占めます。継続の難しさ。同人ゲーム制作は1本完成させるだけでも膨大なエネルギーが必要なため、デビュー作を1本リリースした後に活動を休止、解散してしまうケース、一発解散型が非常に多いです。毎年1本を維持できるサークルの特徴。この条件を満たして現在進行形で活動できているサークルは、以下のような特定のスタイルを持っているケースがほとんどです。ツール、スクール系やティラノスクリプトなどを駆使した短編作品、ノベルゲームをハイペースで量産している。アセットを賢く共通化し、システムを流用してシリーズ作、アクションや RPG などを展開している。開発中のゲームの体験版や早期アクセス版を毎年のイベントごとにアップデート版として細かく頒布・リリースしている。まとめ。日本国内でゲームを作ったことがある、販売しているという広い意味でのサークルは数千規模ありますが、開発の過酷さや長期化というハードルがあるため、毎年打席に立ち続けて新作を供給できているコアなアクティブサークルは、国内全体で見ても数百サークル、300から500程度というのがリアルな業界のボリューム感と言えます。ゲーム開発企業だけが参加する公開されていないゲームコンテストは存在しますか？いわゆる下請け企業をどこに決めるか競うコンペです。結論から言うと、一般ユーザーの目に触れないゲーム開発、デベロッパー企業だけが参加する非公開のコンテストは存在します。ただし、業界内ではこれをコンテストとは呼ばず、開発コンペ、コンペティションや専門的には RFP、提案依頼書に基づく選定ピッチと呼びます。おっしゃる通り、パブリッシャー、発売元であるスクエニや任天堂、バンダイナムコなどが特定の大型プロジェクトをどの開発会社に任せるかを決める一種の非公開の競売、入札、オーディションです。この知られざる BTOB、企業間コンテストの仕組みと実態を解説します。1、開発コンペ、非公開コンテストの仕組み。大手パブリッシャーがこの新規 IP 作品を作りたい、あるいは過去の名作のリメイクを作りたいと考えた際、信頼できる候補のデベロッパー、開発会社数社に極秘で声掛けをします。もちろん事前に厳しい NDA、秘密保持契約を結ぶため、ネットや一般に情報が漏れることは絶対にありません。1、仕様書 RFP の提示。パブリッシャー側、パブリッシャーからこういうゲームをこのハード向けに予算丸億円、納期丸年で作りたいという企画の骨子や条件が提示されます。2、プロトタイプ、試作版の制作。デベロッパー側、数ヶ月。声をかけられた開発会社は、自社の技術アピールのために、実際に動く垂直立ち上げ、バーティカルスライスと呼ばれる短い試作版ゲームを数ヶ月かけて作ります。3、コンペティション、プレゼン、非公開オーディション。各開発会社のプロデューサーやディレクターがパブリッシャーの役員たちの前で、試作版のデモプレイを見せ、我が社ならこのクオリティで、この予算内で作れますとプレゼンします。4、落札、開発会社の決定、本契約、最も技術力、予算、スケジュール、そして堀井雄二氏のような監修者の意図を汲み取る力のバランスが良かった1社または数社が選ばれ、正式な本契約、デベロップメント契約を結びます。2、一般の競売、入札との大きな違い。一見、最も安い価格を提示した企業が勝つ入札に似ていますが、ゲーム業界のコンペは以下の点が特殊です。安さだけでは勝てない、他社より1億円安く作れますと提案しても、試作版のグラフィックやアクションの触り心地、手触りが悪ければ、その時点で即落選します。ブランドの品質を守るため、技術力と表現力が最優先されます。試作費の保証、
このコンペに参加してくれた開発会社に対し、パブリッシャーは試作にかかった人件費や開発費、数百万円、数千万円をコンペに落ちた企業も含めて全社に支払うケースが一般的です。これを支払わないと開発会社が破産してしまうため。3. なぜ完全に非公開、極秘なのか。このコンペ情報が絶対に表に出ないのには、業界ならではの理由があります。企業の格付け、レピュテーションを守るため、もし〇〇という有名な開発会社が新作ドラクエのコンペに応募したけれど、技術不足で落選したという情報が表に出ると、その開発会社の株価や業界内での信用に傷がついてしまいます。また、パブリッシャー側にとっても、どんな新作を企画しているかをライバル企業、カプコンやセガなどに知られないための防衛策です。過去に海外の大作ゲーム、例、スター・ウォーズのゲーム化権などでも、EA や UBI ソフト、ソニーなどの間で、こうした巨大な非公開コンペ、権利の奪い合いと開発会社の選定が行われてきました。ゲームエンドロールに載る開発、株式会社〇〇という名前の裏には、こうした企業同士の血の滲むような非公開オーディションでの勝利が隠されています。以上がジェミナイとの会話である。コンテストの発表があってから、YouTube など SNS を検索してみたのだが、このコンテストについて発言している人が少ないと感じた。参加を表明しているクリエイターもほとんどおらず、今のところ盛り上がりに欠けている。講談社ゲームクリエイターズラボのコンテストの時は、ネット上でかなり盛り上がっていた印象なのだが、一体どうしたのだろう。せっかくのお祭りなのだから騒ぎたいではあるまいか。講談社のコンテストとの違いは賞金の金額と、著作権を半分取られるか取られないかの違いくらいだと思うのだが、参加できるクリエイターやサークルは、どんどん参加して発信して盛り上げたら良いと思う。それでは、今回の動画は以上である。また次回の動画でお会いしましょう。